こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Power BI 入門7ドリルダウン機能の利用について説明していきます。ドリルダウンとドリルアップは階層化されたデータに対して適用し、より上位の階層から下位の階層へデータを表示するドリルダウン機能と、下位の階層から上位の階層へ表示していくドリルアップ機能があります。例えば、右上の地方区分階層という構造では、上位の階層として地方区分、その下に都道府県、その下に性別というような階層を設けたデータを使用すると、最初に地方区分として関東地区、都道府県として東京都などのデータを掘り下げて表示することができます。今回の用いるサンプルデータは、令和4年度全国体力運動能力運動習慣等調査集計結果よりデータを取り込み演習データを作成しました。このデータは概要欄にあるノートの記事に掲載していますので参照してください。演習に用いるデータは、先ほどのデータより握力データを都道府県別、地方区分、男女別に分類したデータとなります。それではデータを取り込んでみましょう。取り込みに使用するデータは、ドリルダウン演習データとなります。Power BI を立ち上げレポートにデータを追加していきます。種別は、Excel からデータをインポートするを選んでください。そして、演習用データを選択し、このブックより、テーブル1をクリックしてデータを読み込みます。するとデータウィンドウにテーブル1を取り込むことができます。それでは演習用データを取り込んでいきます。新規レポートより Excel ファイルですので、これを押します。そしてドリルダウン演習データ、こちらですね。これを取り込みます。で、開くを押して、そして、これを取り込むと、こういうような形でプレビューが出ますので、テーブル1をクリックして読み込みを押します。で、しばらくするとデータが取り込まれます。で、データを確認しておきましょう。テーブルビューでこういう形で取り込まれたのがわかります。階層化データを作成する手順について説明します。テーブル1を展開すると左のように、性別、地方区分、都道府県などのフィールドが表示されます。ここで、地方区分を右クリックするとオプションとして、階層の作成が出てきますので、ここを選択してください。すると3のように、地方区分階層が表示されます。ここで左のマークをクリックし展開すると、階層の下に、地方区分フィールドが表示されているのか確認できます。次に、地方区分の下に、都道府県フィールドを追加していきます。都道府県フィールドで右クリックし、階層に追加を選択した後、地方区分階層を選びます。すると3のように、地方区分の下に、都道府県フィールドが追加された状態となります。同様に、性別についても行っていきます。性別フィールドで右クリックし、階層に追加、地方区分階層を選択すると、3のように、都道府県の下に、性別が追加されているのを確認することができます。それでは階層構造を作っていきます。まず頭に当たる部分、地方区分のところでクリックして階層の作成をクリックします。そしてこれを展開していくと、階層区分階層の下に地方区分のフィールドだけが追加されています。そこで、ここに都道府県も追加します。ここで階層に追加、地方区分階層をここで選びます。そうするとこういう風な形で追加されました。ここでもう一つ性別も追加していきます。ここで階層に追加、地方区分階層を選ぶとこういう風な形で、3階層の階層構造のデータができました。それでは、この階層データを使用し、グラフを描画していきます。
視覚化ツールより積み上げ縦棒グラフを選択します。そして X 軸に地方区分階層をドラッグ&ドロップすると、この階層に含まれるフィールドがすべて表示されます。続けて Y 軸に平均値をドラッグ&ドロップすると、左の図のように棒グラフを作成することができます。ここで Y 軸のフィールドを見ると、平均値の合計となっていますので、右クリックして平均をクリックしてください。次に棒グラフを作っていきます。こちらの方の積み上げ、縦棒グラフクリックします。そうするとこの枠ができますので、ここで枠を大きくしてやります。で、これにデータを入れていきます。で、先ほど作った地方区分階層、こちらを X 軸のところにドラッグします。そうするとこういう形で、追加されました。で、Y 軸の方ですね、平均値の方を表示します。こちらの方の Y 軸のところ、これ入れます。で、今これ平均値の合計になってますので、こちらをクリックして平均値に変更してください。それではドリルダウンアップの操作について見ていきましょう。この図はドリルダウン操作を行う前のグラフとなります。棒グラフの下の部分を見ると地方区分となっています。すなわち最上位のレベルにあることが確認できます。ここで階層内の次のレベルに移動するツールをクリックすると、地方区分から都道府県レベルに階層を下げることができます。これがドリルダウン操作です。もう一度ドリルダウンツールをクリックすると、都道府県から性別のグラフにレベルを下げることができます。反対に上向きの矢印のドリルアップツールを使うと、このように都道府県レベルの表示となります。階層内で1レベル下をすべて展開するツールは、地区レベルの表示であれば、都道府県レベルのデータすべてが表示されます。次に、ドリルモードについて説明します。上向き矢印の隣のツールがドリルモードをオンオフするツールとなります。このツールが押されていない状況で棒グラフをクリックすると、その部分だけが強調表示されます。またもう一度、棒グラフをクリックすると強調表示が解除されます。ここでドリルモードオンにした場合の表示を見ていきましょう。例えば、中部地区で棒グラフをクリックすると、中部地区に属する県のデータが次のスライドのように表示されます。こちらが先ほどの操作によって展開されたデータとなります。中部地区に属する県の握力の平均が表示されているのを確認できます。ここで石川県の棒グラフをクリックするとさらに、この県でのドリルダウンしたデータを表示することができます。こちらが前の操作で表示された石川県の男子と女子の握力平均値となります。それではドリルダウン、ドリルアップをやってみましょう。こちらの方の今ビジュアル選んだ状態の階層構造のデータでは、こういうふうなドリルダウン、ドリルアップというような、こういうようなツールが表示されます。で、初期状態からこのドリル、こちらの方ですね、階層内で次のレベルに移動、これがドリルダウンになります。そうするとこちらがこういうふうに県のデータが出ましたね。で、こちらの方のドリルアップをクリックすると、こちらの関東地区とか近畿地区などのデータに、上位の階層に行きます。で、こちらの方ですね、階層内ですべて、ワンレベル下をすべて展開っていうボタンですね。そうするとこういうふうな形で地区の下、県レベルのデータがすべて表示されるというような形になります。それから上に戻りますね。上に戻った状態でこれですね。今これがここでクリックすると
ドリルダウンがオンになりますって書いてますね。で、これオンになってない状況で、こちらの方を押してみましょう。これが注目されるだけで、レベルは動かないですよね。オン、オフ、こちらが注目される部分が変わるだけですね。この状態でこちらの方を、こういう状態、ドリルモードがオンですっていう状態にして、これを押すと、今、レベルが一つ差がありましたね。ここを見ると、K になってますよね。で、もう一回ここの石川県のところを押すと、石川県の、性別がこういう形で、女子、男子っていうような形で、注目したところだけがドリルダウンするっていうような形で操作することができるのがこちらになります。以上でドリルダウン、ドリルアップの説明を終わります。